こんにちは、もしもです。メガドライブミニ2の発表第2弾、いろいろな意味で驚かされましたね。個人的にはサプライズと同時に少しモヤモヤとしたものもあり、今後の予想がしづらくなる発表でもありました。今回の動画ではメガドライブミニ2の発表第2弾の情報のまとめと感想、そして発表内容を踏まえた上での最新予想を考えてみたいと思います。発表第2弾はファミ通ライブの枠を使っての配信だったこともあり、レトロゲームに詳しい方が司会進行を担当したわけではなかったので、奥成氏が一人で頑張っている感じでしたね。ファミ通のデデオ氏がいなかったら少し危うい感じになってしまっていたかもしれません。動画配信以外の情報発信や業界での付き合いもあると思いますので、このような形式の方が普通なのかもしれませんが、セガのホームでおなじみのメンバーでの発表がいかに面白いか再認識させられる内容でもありました。さて、今回の発表のテーマは夢、叶えし者となっていましたが、これが何を意味していたのかというところから見ていきたいと思います。ポイントは誰のどんな夢だったのかという点ですが、結論から言ってしまうと、奥成氏のサイバースティックでアフターバーナーが遊びたかったという夢でした。他の要素にも絡む部分はあると思いますが、具体的に一つ挙げると奥成氏のサイバースティックということですね。サイバースティックは X68000 の周辺機器であり、メガドライブでは発売されていませんが、メガドライブで発売してほしかったという当時の奥成氏の夢が叶ったということになります。当時メガドライブでは発売されていませんし、おそらく発売予定もなかったと思うので、完全に奥成氏個人の夢ですね。これは予想のしようがなく、文字通りのサプライズでした。ファミ通のインタビュー記事によると、セガ社内では却下され、電波新聞社に話を持って行って商品化が実現したようですね。価格は税込み 19,800 円で、メガドライブミニ2本体と同時発売だそうです。一応 PC でも使えるそうですが、ほぼメガドライブミニ2専用に近いものになるとのこと。あくまで個人的な予想に過ぎませんが、将来的に発売されるであろうセガサターンミニでも使えるかもしれませんね。決して安い価格ではないので、対応ソフトと合わせて考える必要があると思いますが、かなりニッチな製品なので限られた生産数になるのではないでしょうか。欲しいと思った方は早めに予約を入れた方が良いかもしれませんね。将来的には海外勢がコンバーターを発売して、スラストマスターのフライトスティックをメガドライブミニ2に接続できるようになるなんて展開もあるような気がしてきました。ここからは発表になった収録ゲームを見ていきます。今回の発表1本目はアウトランです。フェラーリのライセンス問題がありますので、どうかと思われていましたが、無事収録となりました。個人的には当時本当にアウトランが好きで、メガドライブ版の発売が決まった時はものすごく嬉しかったのを覚えています。色が少しきつかったりエンジン音がなかったりしましたが、当時としては抜群の異色度で大満足の内容でした。91年の夏はソニック、ベアナックル、アウトランと話題作ばかりでエキサイティングでしたね。発表では触れられませんでしたが、フェラーリに似すぎている問題の対処として、メガドライブミニ2版はパッケージの車体とゲームの中の車体のデザインが変更されています。ドリームキャスト版以降のアウトランと同じ対応ですね。アーケード版と同じ車体で遊びたい方はセガサターン版か XBOX 版をチェックしてみてください。2本目はアフターバーナー2です。アウトランの次はアフターバーナーというのは自然な流れかもしれませんね。ただこの2作に関してはセガを代表する作品ですので、収録するのであれば初代メガドライブミニの方だったんじゃないかなと思ったりしてしまいます。アフターバーナーも当時本当に好きでしたね。何かとバカにされることが多いセガマーク3版も真剣に遊んでいました。初めてゲームミュージックのアルバムを購入したのもこの辺りですね。当時はカセットテープでした。メガドライブ版アフターバーナー2はメロディーなしの BGM が採用されていたのがアーケード版っぽくて嬉しかったですね。グラフィックはやや寂しい感じになってしまいましたが、プレイ感覚はアーケード版に近く満足できる内容でした。
前述のサイバースティック対応ソフトですが、スーパー 32X 版やセガサターン版の存在を知ってしまった今となっては少しモヤモヤする部分もあったりします。3本目はナイトストライカーです。それほどメジャーなゲームではないと思いますが、熱狂的なファンも多い台頭の大型筐体ゲームの移植版ですね。収録希望の声が多かったゲームなので大丈夫だろうと思っていましたが、実際に収録されてよかったと思います。メガ CD 版は解像度が低く荒い部分もありますが、再現性の高い意欲作ですよね。当時はアナログスティック AE1EX 通称カブトガニに対応していましたが、今回はサイバースティックに対応するそうです。4本目は忍者ウォリアーズです。アーケード版は3画面筐体でゲーム自体はやや地味な印象もありますが、とにかくサウンドが魅力的なゲームですよね。メガ CD 版はアーケード版の BGM とアレンジ版が選択可能になっています。当初はカセットで発売する予定だったという話もありますね。5本目はスターブレードです。ナムコの大型筐体ゲームの移植作ですね。 3D シューティングゲームですが、アーケード版のようなフルポリゴンで表現するのは厳しく、メガ CD では敵機などがワイヤーフレームで表示されています。テクノソフトがメガ CD 版の開発を担当しているというのが少し意外ですよね。当時ナムコは PC エンジンに注力していたことに加えて、セガとはアーケード業界でライバル関係であったこともあり、あからさまにメガドライブにはメジャー作品を移植してくれなかったんですよね。メガドライブ末期ではありましたが、スターブレードはそんな状況が変わっていくのかもと思わせてくれるソフトでもありました。6本目はスプラッターハウスパート2です。アーケード作品のスプラッターハウスの続編でメガドライブオリジナルの作品ですね。初代スプラッターハウスのその後を描いた作品で、ゲームシステムは初代を踏襲した内容になっています。当時の評価はそれほど高くなく、初代を移植してほしかったという声が多かったような気がします。私も当時やはりナムコは直球勝負をしてこないと思ったりしていました。ただメガドライブでしか遊べない作品ではありますし、中古も高騰してしまっているので収録はありなのかもしれませんね。個人的には初代に似せた内容のパート2よりも、良くも悪くもベルスクアクションになってしまったパート3の方がメガドライブ独自の作品として面白いように感じました。7本目は不思議の海のナディアです。こちらもナムコですね。 NHK で放送されていた不思議の海のナディアのアドベンチャーゲームで、当時評価が高かった作品の一つです。半券をクリアするのが大変そうなことに加えて、私自身本作をプレイしたことがなかったので全くノーマークでした。当時好きだった方、不思議の海のナディアのアニメを見ていた方には嬉しい収録かもしれませんね。8本目はメガパネルです。こちらもナムコの作品でメガドライブオリジナルのパズルゲームです。パズルゲームとしてはよくできていて、遊べば面白いゲームだと思います。コメントで予想されていた方もいらっしゃいましたね。ただ個人的にはメガパネル、メガトラックス、ボールジャックスといったナムコのメガドライブ作品群は PC エンジンの源平と馬伝、スプラッターハウス、ドラゴンスピリットといったメジャー作品で構成されたラインナップとあまりにも対照的で、当時なぜナムコはメガドライブユーザーのニーズを無視したゲームばかり出してくるのだろうと感じたゲームだったりもします。パズル枠が必要なのであれば収録されてもおかしくないソフトだと思いますが、限られた収録枠でベストオブメガドライブを選出するという視点で考えてしまうと、個人的には少し違和感を感じました。9本目は一段と R です。みんなで楽しめるパーティーゲームタント R の続編ですね。最大4人で楽しめるミニゲームがたくさん入っていて、面白いゲームであることは間違いないと思います。アストロシティミニの方でも2本収録されていましたね。ただ今回はメガドライブミニの続編ということで、コアなユーザー向けのゲームが中心になると勝手に思っていたので、みんなでワイワイ楽しむようなライトユーザー向けのゲームが入ってきたのは少し意外でした。10本目はコラムス3対決コラムスワールドです。最大5人同時対戦も可能なコラムスの3作目ですね。
収録ラインナップの中にパズル枠という枠が存在するのであれば、当然候補に入ってくるソフトだと思います。ただパズル枠ありきであれば納得なのですが、コラムスに関してはアストロシティミニでコラムスが3本収録されたことで、もうコラムスはいいよという雰囲気ができてしまったソフトでもあるんですよね。ファミ通のインタビュー記事で、前回のメガドライブミニの収録タイトルはバランスの取れたもの、新規層にも訴求できたタイトル村だった。今回はファンに満足してもらうためのハードにしようと、あえて絞り込む方向性になりましたという奥成氏のコメントがあります。このコメントからジャンルのバランスよりもメガドライブユーザーの思い入れが強いゲームでラインナップが構成されるものと勝手に考えてしまっていました。そこにメガパネル、一段と R、コラムス3と連続で想定外のタイトルが発表されたことで、私の中でうまく消化できず、何かモヤモヤとしたものが残ってしまいました。11本目はスターモビールです。サプライズで収録される新作ですね。当時完成していたものの発売されなかったマインドウェア開発のパズルゲームです。未発売以前に未発表だったので本当に幻のソフトですね。オリジナルは X68000 の作品で PC エンジンにも移植されているようです。収録にふさわしいゲーム内容なのかどうかは遊んでみないと分かりませんが、収録枠外として考えれば当時発売されていたかもしれないゲームとしてなかなか興味深いのではないでしょうか。さて今回の発表の2日前に出した予想の結果はこのようになりました。正解は4つだけですね。スプラッターハウスは3を予想していたのですが2が来てしまいました。メガパネル、一段と R、コラムス3はこのジャンルが収録されること自体想定していなかったので仕方ないですね。サプライズの新作としてスターモビールが発表となりました。こちらも前回のプロモーション映像に映っている作品とは別物だったので想定外でした。結局プロモーション映像の件は謎のままですね。映像の特定のシーンを明るくすると何か見えてくるという話ですが、この件はサブチャンネルでしか取り上げてこなかったのでここでもう一度おさらいしてみたいと思います。映像はサブチャンネルのものより見やすくなるよう調整しました。私だけでは分からなかったものも多かったので皆さんにコメントで教えていただいたものも含めご紹介させていただきます。人気シリーズの続編、左からスーパーストリートファイター2、画廊伝説2、ファンタシースター2でしょうか。幻の名作、中央が新創世紀ラグナセンティ、右がエイリアンソルジャー、左側は全く見えません。アーケード移植タイトル、左からスーパーロコモーティブ三輪三ちゃん、右はフラッシュポイントのようにも見えますがどうでしょうか。謎の新作、3本ともうっすらと見えているのですが特定することができません。中央はスーパーロコモーティブのロゴと似ているような気もしますが重複するのも変ですよね。3本とも右下にセガのロゴがあるのでスターモビールではないようです。そもそもこれらがダミーや釣りである可能性もありますよね。最後のシーンでは53個のボックスがあるので当初サプライズ3本を追加した全53本になると予想していたのですが、情報発表のたびにサプライズがあるとすると55本ということで数が合いません。今回ヒントになる情報もなかったのでしばらくは謎のままですね。次は今回の発表を踏まえた予想収録タイトルです。メガ CD の予想ラインナップは今回発表された3つのタイトルが的中しましたので前回の予想と同じで変更はありません。うるせえやつらが入るのではというコメントもいくつかいただきました。テレビアニメも始まりますのでありえるかもしれませんね。次はカートリッジの予想ラインナップです。カートリッジの予想で当たったのはアウトランだけですね。6本外しましたので同じ数前回の予想から外しました。外したのはスプラッターハウス3、フェリオス、ガントレット、マーブルマットネス、スーパーシノビ2です。
ガントレットなどは今回の夢叶えし者の回で発表がなければもうないのかなということで、スーパーシノビ2は忍者ものを2本入れていく余裕がなくなったためです。あと一つ変更点として、豪傑寺一族をバハムート戦記に変更しました。今回の発表からある程度ジャンルのバランスを取る傾向があると判断したためです。こうしてみるとカートリッジのレギュラー枠は残りの数が限られてきましたね。いかがでしたでしょうか。個人的にはいろいろと驚かされた発表でした。まずはサイバースティックですね。当時通称カブトガニは発売されていましたが、メガドライブに対応したサイバースティックは発売されていません。奥成氏の夢であり、一般ユーザーの想像が及ばないところだったのではないでしょうか。奥成氏はこの分野での功労者なので、ありといえばありなのかもしれませんが、ここまでニッチな製品を個人的な希望で製品化してしまうのは単純にすごいと思いました。ただ当時は自宅でアフターバーナーをアナログ操作で楽しめることは本当に画期的でしたが、アナログ操作が当然となった今の時代にメガドライブ版のアフターバーナーを2万円のアナログコントローラーで操作したいと思う方がどれくらいいるかという点に関しては少し疑問に感じたりもしました。アーケード版のアフターバーナーをアーケードと同じ操作で遊べるという話であれば飛びついたかもしれませんが、メガドライブ版のアフターバーナーに対してそこまで求めるのは個人的にはあまりピンときませんでした。おそらく少量生産で売り切れると思うのですが、本当に欲しくなるのはまた別の機会、実はこのゲームこの機種にも対応していますという話が出た時なのかなと思ったりしました。次にライトユーザー向けのゲームが意外と入ってきた点です。コラムスの項目でもコメントさせていただきましたが、メガドライブミニ2は2回目の企画ということで、コアなユーザー向けに思い入れの強いゲーム、メガドライブでしか遊べないゲームが結集する、ジャンルの偏りも気にしないラインナップになるのではないかと勝手に思っていました。今回はファンに満足してもらうためのハードにしようとあえて絞り込む方向性になりましたという奥成氏のコメントもありましたので、すっかりその気になっていたのですが、今回の発表内容を見る限り初代メガドライブミニと同様にメガドライブユーザー以外の新規層も狙っているように感じました。メガパネル一段と R コラムス3は決して悪いソフトではありませんが、当時のメガドライブユーザーが収録を切望するようなタイトルかといえば微妙なところではないでしょうか。サイバースティックの剣が普通のメガドライブユーザーがついていけないくらい狭いゾーンを狙っていることを考えるとどうにもちぐはぐに感じてしまいます。メガドライブの復刻ミニはおそらく今回が最後で収録する枠も限られていますので、少しモヤモヤとした気分になってしまいました。最初の4本を発表した頃までの流れがマニアックで、もしかしてパワードリフト来ちゃうという勢いがあっただけに後半のギャップにダメージを受けてしまったのかもしれません。発表直後ということで私自身の考えが整理できていないところもあり、もう少し時間が経てば消化されて落ち着くのだと思いますが、現時点では次回以降の発表が待ちきれないくらい楽しみである反面、どうなってしまうのだろうという若干の不安も感じていたりします。皆さんはどう思われたでしょうか。私が心配しすぎなだけなのかもしれません。今回の発表に対する皆さんの感想もぜひコメントいただければと思います。それではまた。今回はもしおがお送りしました。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。